チョン・ヤギョンはその優れた才能からジョンジョに特別に目をかけられた人物です。彼の代表的な業績には、スオンファソンの築城やハンガンに船を並べて橋を架けたこと、そして現代でいうクレーンにあたる古順機の開発があります。また、彼は実生活に役立つ学問、いわゆる実学を追求した学者でもあり、政治、経済、法律、医学、農業、文学、哲学、工学など、あらゆる分野に精通していました。さらに、生涯で500冊以上の著書を残したことでも知られています。チョン・ヤギョンはジョンジョの10歳年下で、ナミンパの学者の家に生まれました。少年時代から身分制度の理不尽さや儒教の理論に偏りすぎた部分に疑問を抱き、実際の生活に役立つ学問を目指しました。21歳で書士に合格し、27歳で科挙に合格します。彼はナミンパでしたが、ジョンジョの信頼を得て出世していきます。28歳の時にカトリック教徒であることから弾劾され、流罪となりますが、ジョンジョの計らいでわずか11日後に復職します。その後も謀略にあっては辞職し、新たな職に就くことを繰り返します。29歳の時、スオンファソンの設計と施工に携わります。彼が開発した技術によって通常10年かかる工事をわずか2年半で終わらせるという驚異的な成果を上げます。34歳の時にスオンファソンが完成します。36歳の時、麻疹と天然痘の予防法と治療法をまとめた医学書を執筆するなど、多方面で活躍しました。しかし、ジョンジョが亡くなると、彼の人生は暗転します。カトリック教徒への迫害が始まり、チョン・ヤギョンも39歳で流罪となりました。その後、56歳でようやく故郷に戻ることができましたが、官職には就かず、執筆に専念しました。生涯で500冊以上の著書を残し、74歳で亡くなりました。ちなみに、興味深いことに、彼の妻はチョンジョの母、ヘギョン郡やホングギョンと同じ一族の出身で、遠い親戚同士だったそうです。チョンジョは世孫時代から商業の自由化を構想していました。当時の商業は政府の監視下にあり、公認の商人だけが専売権を得て商売を行う仕組みでした。公認商人は政府に多額の物資や税を納める代わりに、市場の
専売権を与えられていました。この仕組みは秩序を保つ一方で、価格の吊り上げや利益を独占する傾向がありました。しかし、国内情勢などにより、隣国や農村から都市への人口流入が進み、需要が増加すると供給が追いつかず、非公認商店が登場します。これにより、公認商人との対立が激化し、市場は混乱していきます。そこで、長女は3回にわたり改革を進めました。その結果、絹織物、綿織物、綿布、からむしの織物、紙、鮮魚の6品目については特権を維持する一方、それ以外の専売権を廃止しました。これにより、自由商人や手工業者が市場で商売を行えるようになり、商業は大きく発展しました。この時期に活躍したのが女性商人、キム・マンドクです。商業の自由化により、彼女は成功を収め、社会的にも高く評価されました。女性が商業で成功することは非常に珍しく、キム・マンドクの名は商業発展の象徴として歴史に刻まれています。ドラマ「イサン」に登場するパクテスは架空の人物です。しかし、そのモデルとされる人物がいます。それがペク・トンスです。ペク・トンスは、長女より9歳年上です。彼の曽祖父はヤンバンでしたが、父が諸子だったため、身分は低い立場でした。キム・グァンテクという名人から剣術を学びました。28歳で科挙の部下に合格しましたが、空席の役職がなかったため、農業で生計を立てていました。その後、33歳でチャンヨンヨンの武官として採用されます。そして46歳の時、長女から命じられ、新しい武芸書を完成させました。その後も武官や地方役人として務めましたが、63歳で汚職の疑いをかけられ、流罪となり、67歳で許されて再び武官に戻り、73歳で亡くなりました。ドラマ「イサン」の中にも実はペク・トンスが登場しています。パクテスが2人組の男の1人と喧嘩になりますが、腕力では負けないパクテスがあっさり負けてしまいます。その後、ソ・ジャンポやカン・ソッキが敵討ちに向かいますが、彼らも太刀打ちできません。あの小柄な武芸の達人がペク・トンスです。さらにドラマの終盤では新しい武芸書が完成し、ペク・トンスが模範演技を披露する場面もありました。ドラマの架空の人物と
実在の人物がこうして交わるのはとても興味深いですね。ぜひドラマを見る際はこの点も注目してみてください。ドラマイサンに登場するソン・ソンヨンは架空の人物です。しかしそのモデルとされている人物がいます。それがウィビンソン氏です。彼女はジョンジョにプロポーズを2回され、2回とも断ったというエピソードで知られています。彼女の本名はソン・ドギムです。ジョンジョより1歳年下です。彼女の父はジョンジョの外祖父、ホン・ボンハンの使用人で、ドギムが生まれた頃には武漢となっていました。彼女は9歳の時、ホン・ボンハンのつてを頼り王宮入りし、ホン・ボンハンの娘であるヘギョン郡に仕える女官となりました。ジョンジョは母ヘギョン郡に仕えるドギムを気に入っていたのでしょう。ソン・ドギムが13歳の時、ジョンジョから寵愛を受けるよう命じられましたが、ヒョイワンフへの遠慮からこの命令を断りました。この時、ジョンジョはまだ14歳。まだ13歳の若いセソンピンだったヒョイワンフに配慮したのでしょう。そういえば、佐渡セジャも若い時に子供が生まれました。そして27歳の時に再び寵愛を受けるよう命じられますが、これも固辞します。すると、ジョンジョは亡命を受け入れなければ使用人を罰すると告げ、最終的に彼女がスンウンサン軍となりました。ドラマイサンで描かれていたような幼い頃からの甘い恋心といった雰囲気ではなく、実際にはやや強制的に側室になったようです。その後、最初は流産してしまいますが、29歳で王子を出産し、ソヨンという側室の地位を授けられます。翌年にはビビンに昇格し、31歳で王女を出産します。しかし、この王女は残念ながら間もなく亡くなります。同じ年、王子が正式にセジャとなり、ムニョセジャと呼ばれるようになりました。ところが33歳でムニョセジャが麻疹で亡くなり、さらに彼女自身も3回目の出産を控えた状態で病に倒れ、息を引き取りました。ジョンジョの側室は4人いましたが、ウィビンソン氏だけが女官出身です。ドラマではドファソのタモ出身という設定ですが、これはフィクションで、ソンヨンという名前も架空のものです。また、
彼女が亡くなった原因が肝硬変だったかどうかは不明で、病名は記録に残されていません。タモとは、お茶汲みをするのび身分の女性のことを指します。タモの役割は所属する官庁によって異なり、単にお茶を入れるだけでなく、書類を運ぶ、掃除をするなど、さまざまな業務をこなしていました。また、ポドチョンでは、女性を相手に操作する際に、タモが重要な役割を果たしていました。儒教的に男性の官僚だと躊躇してしまう場面で、代わりにタモが女性容疑者への取り調べや情報収集を担当することがありました。このようにタモは官庁の運営や特定の業務には欠かせない存在でした。そろそろ作品が完成です。花編みはどこか和の趣を感じさせるデザインです。タッセルと合わせることで華やかな大ぶりアクセサリーになりますが、重心が上にあるため、耳への負担が少なく、軽やかに身につけていただけます。お話の続きは次回の動画でお届けいたします。最後までご覧くださりありがとうございます。もしこの動画を気に入っていただけましたら、高評価をお願いいたします。チャンネル登録や応援のコメントも励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。